冷凍 OK! はい、やってみました。この冷凍チャンネル。このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭でできる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。で、今日はですね、何をやるかと言いますと、自販機マニアが選ぶ、おすすめ冷凍食品5選をやりたいと思います。ということでですね、今日は早速なんですけども、ゲストをお呼びしております。この方です。どうもよろしくお願いします。はい。自動販売機マニアの石田でございます。よろしくお願いします。今日は来ていただきありがとうございます。いや、やっと呼んでいただけました。やったんじゃないか。待ってました。いや、何よりもこの自動販売機マニアという人がいるということに驚きなんですけど、どんなことしてるんでしょうか。私ですね、基本的には SNS で自動販売機の情報を発信してると。で、なんでこのね、私が冷凍食品のチャンネルに来たかっていうと、近年ですね、この冷凍食品の自動販売機っていうのがめちゃくちゃ流行ってるんです。で、その一環で今回は足を運ばせていただいたということになります。はい。これなんででもその自動販売機にハマったんですか。ですね、これ卒業論文書いたのがきっかけなんです。で、もともとその大学で日本の文化を調べるゼミっていうのに所属していて、なんか日本の文化をこう一つね、取り上げて調べようということになった時に、留学生の友人がいて、で、その彼がですね、日本に来て一番驚いたことは自動販売機がこう溢れる街の姿だって言っていて、あ、これはおそらく日本ならではの文化なんだろうということで調べ始めたのがきっかけですね。なるほど。筋金入りのマニアですね。はい、マニアです。はい。はい。で、その自販機の中でも、この近年、この冷凍自販機っていうのがすごく盛り上がってるんですけども、これいかがですか？今めちゃくちゃ流行ってますね。今私第3次自動販売機ブームって勝手に呼んでるんですけれども、それを牽引してるのがこの冷凍食品の自動販売機だっていうふうに。で、これ流行ったきっかけっていうのが実はあって、コロナの影響っていうのが大きかったんですよね。お店側は時短営業とか営業自粛とかになってしまって、で、我々ユーザーは自宅にいながらもお店の味をこう楽しみたくなったと。行った時にちょうどですね、タイミングよくその冷凍食品の自動販売機、代表的なものがド冷えもんと呼ばれてるものがあるんですけども、それが登場してきたと。で、これによってお店の方は自分の商品を冷凍して自動販売機を使って売れる。で、ユーザーの方はお店やってなくてもその冷凍食品の自動販売機行って買ってご自宅で楽しめると。これまさにこの時代の需要と供給にめちゃくちゃマッチして大ヒットしたと。で、先のですね、このド冷えもん、今全国には1万台ぐらいあるというふうに言われてますので、これも一大ブームといって過言ではないというふうに思ってます。これまあ冷凍食品業界から見てもこれ実は一大ブームになってまして、でも冷凍食品とスーパーマーケットとか今だとドラッグストアとかですねで売られることが多いんですけど、やっぱ売り場が限られてるっていう制限があったんですね。で、それが自販機でどこに置いてもどこでも売れる新たな売り場を作ったっていう意味でやっぱすごく革新的だったというふうにはやっぱ言われてますね。しかも24時間ね、そうですね。使えますからね。はい。無人で24時間、陸の孤島のような偏僻なところでもそれを設置して買ってもらうことができるということで、冷凍食品にとってもやっぱすごくいい出来事でしたね。ではまずおすすめは何でしょうか？はい、一つ目はですね、キッチン ABC のチキンクリームのトリュフ風味でございます。はい、南大塚中心にね、全国に7台ぐらい展開されているキッチン ABC という自動販売機がございまして、これ老舗の洋食屋さんが手掛けるですね、商品をこの冷凍食品の自動販売機で売ってるんですね。で、商品としては唐揚げとかパスタとかいろんなものがこうリーズナブルな価格でね売られてるんですけれども、2024年度その25年にかけてのこの冬の新作として出てきたのがこのチキンクリームのトリュフ風味でございます。これポイントがですね、香りなんですよ。冷凍食品とは思えないぐらいのこのトリュフの香りがですね、こうふわーっと漂ってくるんですよね。贅沢ですね。で、これ600円というリーズナブルさなのに、そのトリュフの高級感を味わえる。で、しかもボリュームもめちゃくちゃ満点ということでですね、この2025年のベスト冷食自動販売機食品なんじゃないかと思ってるぐらいの美味しさでございます。なるほど。じゃあ続いては何でしょうか？はい、続いてはですね、ホームビュッフェアンサンブルの焦がしガーリック香るしらすのペペロンチーノでございます。はい。タイトルが長かったです。タイトル長いですね。神奈川県の川崎市とか横浜とかにこう全国で7台ですね展開されている自動販売機でございまして、でこれもですね、有名店で修行を積んだシェフが手掛けてる冷凍食品の自動販売機ですよ。でこれ西川さん多分よくご存知だと思うんですけど、冷凍食品のパスタって麺の硬さが重要というか、もちもち度が重要だと思ってるんですけど、これねすごいんですよ、アルデンテ感が。あ、そうなんですね。でこれレンジでチンしてそのまま食べるタイプなんですけれども、本当にその場で茹でたかのようなこのアルデンテ感がですねびっくりしまして、とにかくこの麺の美味しさですね、
これが際立つ一品なんじゃないかなということで今回ねエントリーさせていただきました。こういったこだわり系で言うと、まあ、生パスタで割ともう柔らかいっていうタイプの冷凍パスタも結構多いんですけど、これ結構アルデンテの食感がいいっていうことですか？そうです。グニってこう潰れないで弾力弾き返してくるようなこのアルデンテの感触っていうのがですね、自動販売機で買える冷凍食品のレベルは完全に超えてるなというふうに思った一品でございますね。なるほど。では続いての商品は何でしょうか？はい、続いてはですね、ミノリンゴのポークカレーでございます。カレーですか？カレーでございますよ。原宿にミノリンゴっていうものすごい行列のできるカレー屋さんがあって、そこの店頭に設置されている冷凍食品の自動販売機なんですね。なのでまさにそのお店の商品を冷凍して売ってるんですけども、私のおすすめはですね、ポークカレーでございます。これね、ポイントがね、これ肉のブリンブリン感なんですよ。中にものすごい分厚いポークがですね、こう2つ入ってるんですよね。で冷凍食品ちょっと難しいのは解凍ミスっちゃうと、例えば冷たすぎるとか、逆に火通しすぎちゃってこうパサパサになっちゃうケースがあると思うんですけど、このミノリンゴのポークカレーはね、もう本当にジューシーでブリンブリンなんですよ。プリンプリンじゃないですね。ブリンブリンです。プルプル震えてるぐらいのこの美味しさで、やっぱそこがね、この他のカレーとか冷凍食品との一番の違いなんじゃないのかなというふうに思ってます。で、これ私食べたのは2023年なんですけれども、2023年の中で食べた冷凍食品の中でベストとナンバーワンということでですね、選ばせていただいて、選評してたX に投稿させていただきましたっていうぐらいめちゃくちゃ美味しいので、ちょっとこれね、ぜひ試していただきたいですね。これでも本当スプーンで持ってる感じが重たそうですね。重たいんですよ。手が震えるぐらいの重たさですね。このカレー自体はもう美味しいですか？カレー自体はですね、もう非常にたくさんのスパイスが効いてですね、香り高い美味しさでございます。辛さ的には？辛さ的にはね、選べるんですけども、冷凍食品の場合は中辛ですね。原宿行って、例えば行列があったりとか、そうですね、時間ないかなって時には、自販機で冷凍食品買って、で持って帰ることもできるとか、そのお店で食べてこれ本当に美味しいなとなったら、お土産としてね、冷凍食品持って帰ってご家族の方に食べさせてあげるとか、そういった使い方もできます。なるほど。まあそれがやっぱり飲食店と冷凍自販機の相性の良さでもありますね。そうですね。はい、では続いては何でしょうか？続いてはですね、矢沢ミートの味付け牛ホルモンミックスでございます。皆さんね、矢沢ミートってすごい有名なお肉の卸の販売業者があって、そこですね、実は東京の三田にホルモンの専門の矢沢臓物販売っていうお店を展開してるんですね。で、そこの店頭に置かれているのがこの矢沢ミートの自動販売機なんですよ。で、これその名の通りホルモン中心で売られてて、この1000円で買えるこの牛ホルモンミックスがですね、めちゃくちゃおすすめなんですね。ここはですね、このシンプルな塩の味付けなんですけれども、これ秘伝のやっぱタレが絡んでですね、まためちゃくちゃ美味しいんですよね。で、ホルモンってこれもですね、ちょっと焼き方間違えるとちょっと硬くなっちゃったりとか、油が溶け出しちゃったりするんですけれども、適切に焼くことによってですね、ホルモンのこのプリンプリン感がですね、これまたお酒に合うんですよね。ビールとかね、日本酒とか、これ最近食べたばっかなんですけども、もう食べたいですねっていうぐらいおすすめできる自動販売機でございます。これはじゃあホルモンが、タレに使ってて、加熱はまだされてない状態で冷凍。そうです。要は生でこう塩だれでですね、こう味付けされた状態で冷凍されてるというか。じゃあ肉のプロが選んだ鮮度のいいホルモンをタレにつけて、で自宅で焼くと本当に美味しく食べれる。そうです。肉のプロのね、矢沢ミートの中のさらにホルモンのプロのお店ですから、そこが選んだホルモンですからまずいわけがないめちゃくちゃ美味しいですね。では最後は何でしょうか？はい、最後はですね、県民ビーフンの自動販売機でございます。まず設置されてるのは全国に20カ所って言われてて、東京だとね、浜松町とかに設置されてるんですけども、ポイントがいくつかあって、まず見た目が可愛いっていうのね。っていうのと、あとコスパがいい。これビーフンが2食入って今だと700円、今1食350円程度食べれるというのと、とにかくバリエーションがこれ豊富なんですよ。種類がたくさんあって、要は普通のプレーンのビーフンとたらことかチャプチェとかカレーとか、こういろんな味がですね楽しめて、それがこう自動販売機の中にこうキュッと詰まってるんですよね。この県民ビーフンの自動販売機はですね、何回行っても楽しめるっていうこのやっぱ喜びっていうのがあるのが最大のポイントかなと
で県民さんっていうと本当神戸の発祥の会社さんですけども、本当にビーフンにこだわってる会社さんですね。乾麺のビーフンもやってますが、焼きビーフンにして冷凍っていうものが、これもすごく今人気なんですよね。これ西川さんも食べたことあるんですか？そうですね、もちろんこれは食べてました。美味しいですよね。美味しいですし、あとは冷凍庫の中で場所を取らないこの小スペースなところもすごく人気なんですよ。これ確かにそうですね。めちゃくちゃコンパクト、こんなんですからね。そうですね、こんな感じの。ピタッとなってもこう四角くなってる、どこにでも入るみたいな、そこもすごく人気ですね。我々常にね、冷凍庫圧迫してるんで。そうですね。ありがたいです。ありがたいですね。で、あとは自販機が駐車場の近くに実は設置されることも多くて、そういった戦略でどんどん増やしていってる状況にありますね。そうですね。で、あとは自販機自体がラッピングされてて、ビーフンの可愛らしいパッケージになってるんで、県民のねキャラクターがこう、描かれてて。だから県民さん自体の宣伝にももちろんなってるってことですね。自販機はね、そう PR 効果っていうのもね当然ありますんで、特に県民さん目立つんでね、めちゃくちゃ PR になってると思いますね。そうですね。そこはすごくうまくやられてますね。はい、ということですね、自動販売機マニア石田さんがおすすめする、おすすめの冷凍食品5選をやりました。いかがでしたでしょうか？今日紹介したのはね、本当一握りっていうか一つまみぐらいですつまみぐらいの。これ以外にもですね、冷凍食品の自動販売機美味しいのたくさんあるんで、ちょっと皆さんもですね、ぜひ着目してみてください。自販機っていうと探してみたりとかですね、たまたま見つけてこう驚きというか感動もあったりもすると思いますけど、その辺どうですかね？自動販売機やっぱその宝探し的な、要素もあるかなと思ってる。私はそんなところが楽しいなと思うんですけど、でさっき冷凍食品の自動販売機ドヒエモンっていうのが流行ってるって言ったんですけど、ドヒエモンってですね、専用アプリのドヒエモン GO というのがございます。でこれ使うと全国のどこにその冷凍食品の自動販売機があるのかっていうのがこうマップでね見れるようになってて、でしかもその自販機で何が売られていて何が売り切れなのかとかも見れますんで、皆さんドヒエモン GO をですねちょっとスマホにインストールしていただいて巡っていただけると。まず自分が住んでる家の周辺とか探してもらうと、あれこんなとこにあるんだみたいな発見があるんですよね。あとはその冷凍食品の自販機もそうですし、珍しい自動販売機これ気になる方はね、私のね X をフォローしていただけると日々そういう情報を発信してますので、ぜひよろしくお願いします。ぜひ皆さん、フォローしていただければと思います。よろしくお願いします。ということですね、この冷凍チャンネルではおすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかもご紹介しております。これからもですね、冷凍切り口に様々な動画を発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK！ 冷凍食品専門家、冷凍王子が人生をかけて作った一冊。冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本、レシピ付き、自由国民社から絶賛発売中です。